俺の名前は相川祐樹。大学を卒業後、大手製造業中島重工で働いている。親父は地元で小さな町工場を経営していて、その影響からか、俺も子供の頃からものづくりに興味があった。けれど、親父の工場は大嫌いだった。職人かたぎといえば聞こえはいいが、要は頑固で融通の利かない親父にそっくりな、ボロくて古臭い工場。従業員も親父によく似た頑固なじいさんばかりだった。こんな工場、絶対に継ぎたくねえ。そう思っていた俺は、大学卒業と同時に東京へ出た。俺を可愛がってくれていた大学の OB の佐藤さんが課長をしている縁もあり、すんなりと中島に就職できたのだ。佐藤課長はいつも俺に目をかけてくれて、まだ入社したての俺に大きな仕事を任せてくれる。そのせいで同期や先輩たちには嫌な顔をされたが、俺は平気だった。佐藤課長の期待に応えることが何よりの喜びだったのだ。けれど信じられない事件が起きた。ある日、納品した部品が原因で機械が誤作動を起こし、危うく人身事故になるところだったのだ。なんとか事前に防ぐことができたが大問題になった。そして責任者は佐藤課長だった。どうなるんだろうと心配していたある日、部長に呼び出された俺は、なんと地方の工場へ左遷を言い渡されたのだ。どうして僕が？今回の責任を取ってということだ。一応工場長の立場を用意しているよ。部長が言うと、隣にいた佐藤課長が、よかったな、相川、出世じゃないか、と叫んだ。出世って、潰れかけの工場じゃないですか。それに今回の件は僕の責任じゃありませんよね。はあ？だったら誰の責任だって言いたいんだ？担当はお前だろうが。睨みつけられて俺は言葉を飲み込んだ。何も言い返せずにうつむいた俺の肩を佐藤課長が叩く。誰にでもミスはあるさ。しばらく地方で勉強したらまた戻ってきたらいいじゃないか。その言葉で全てを理解した。要するに、俺は佐藤課長の身代わりなのだ。もっと言えば、佐藤課長は自分のミスを俺になすりつけて、邪魔な俺を飛ばしてしまおうと考えたのだ。あれほど信じていた人にあっさりと裏切られて、なんだかどうでもよくなってしまった。辞めることももちろん考えたが、いちいち辞表なんて出さなくても、あの工場は潰れるさ。そうなりゃ自動的に解雇だ。と思い、やけくその気持ちで地方へと出向した。海辺にある寂れた工場で働き始めて1年が過ぎた。東京の本社と違い、簡単な部品を延々と作り続ける仕事に、俺はすでに飽き飽きとしていて、工場長のくせに何をするでもなく、ぼんやりと毎日を過ごしている。相川工場長、アルバイトの面接の方が見えてますよ。あ、そう、入ってもらって。こんな工場でも本社は中島工業なので、入社希望者やバイトの申し込みが結構あるのだ。みんないつかは本社に行けるかもと夢見てるんだろうけど、こんなところから本社に栄転なんて万に一つもない。失礼いたします。部屋に入ってきたのは60歳くらいのおじさんだった。ちょっとびっくりしたが、顔には出さずに椅子を進めた。手元にある履歴書に目を通す。桜井康介さんですね。はい、61歳のじじいですが、よろしくお願いいたします。
はげ上がった頭をかいて人の良さそうな笑みを浮かべた桜井さんは、くたびれたスーツに身を包んでいた。技術職でずっとやってきましたので、こちらの仕事に応募しました。家でぼーっとしてるのも退屈でね。アルバイトでもいいので働かせていただければ嬉しいです。うちの工場は若いアルバイトが多いですよ。大丈夫ですか？やんわりと断ったつもりだが、桜井さんは笑顔を大きくして大丈夫ですと答えた。はあ、内心でため息をついたが、わかりました。では明日からお願いしますと言った。こんなくたびれた工場にはお似合いの人物かもしれない。ありがとうございます。よろしくお願いします。何度も頭を下げて桜井さんは退出した。はあと今度は口に出してため息をつき、窓の外に広がる海を見つめた。翌日みんなに桜井さんを紹介したときは、想像していた通り微妙な空気だった。なんだあのじじい、ここは老人ホームじゃねっつーの。こそこそと言い合う声が本人にも聞こえていただろう。けれど桜井さんは気にする様子もなく笑顔で挨拶した。仕事ぶりは悪くはなかった。真面目だし、意外と手先も器用で何でもこなす。孫みたいな若いバイト連中にじいさんなんて呼ばれても文句一つ言わなかった。一月も経つ頃には花坂なんてあだ名で呼ばれて、若い連中ともうまくやっていた。なんで花坂なんだ？不思議だったので聞いてみると、社員の江坂が桜のじいさんだから花坂じいさんってことらしいですよと答えた。なんだそりゃと思ったが、桜井さんが来てから工場の雰囲気が変わったのも事実だった。どんな仕事でも楽しそうにやっている桜井さんは、みんなにとって癒しキャラなのだろう。もちろん俺だって桜井さんが好きだった。けれど桜井さんを見ていると、どうしてか胸がちくりと痛む時がある。多分ずっと会っていない親父を思い出すからだろう。そんな風に感じていたある日、俺たちは桜井さんの本当の姿を見ることになった。珍しく本社から難しい部品製作の発注が来ていた。とはいえ、うちの工場にしては難しいというだけで、このレベルなら本社で散々取り扱ってきた。俺がいなくても大丈夫だろうと思い、江坂に監督を任して、いつものようにパソコンで帳簿を見ていた。すみません、ちょっと来てもらっていいですか？青い顔をした江坂が俺を呼びに来た。なんだろうと思い作業所へ行くと、皆が腕組みをして深刻な表情を浮かべている。どうした？ああ、工場長、これ見てください。俺は作りかけの部品を見た。このヘッドの部分ですけど、どうやっても噛み合わないんです。図面通りにやったか？もちろんですよ。むっとしたように言われて、俺は自分でも取り組んでみる。丁寧に図面を見ながら作業を進めたが、やはり無理だ。なんだこれ、図面が間違ってるのか？何度も穴が開くほど眺めたが、どこが間違っているのかわからない。おはようございます。するとそこへ桜井さんがやってきた。どうしました皆さん、深刻な顔をして。俺は桜井さんに説明した。どうせわかんないだろうなと思いながらだったが、経験は誰よりも豊富なのだから、何か解決策を持っているかもしれないと、藁にもすがる気持ちだった。一通りの説明を聞くと、桜井さんが図面を見る。花坂、わかんのかよ。バイトの一人がからかうように言った。桜井さんは見たこともないような鋭い目つきで図面を見た後、ちょっとお借りしますね。とデスクのパソコンに向かう。桜井さん、パソコンできるの？思わず聞いてしまった。
まあ少しは。と笑った桜井さんがマウスを動かす。それからソフトを起動させると、目にも止まらぬ速さでキーを叩き始めた。えみんなが驚いて桜井さんを見つめた。パソコンの画面に現れた図面をあっという間に修正していく。1時間ほど経った頃には新しい図面がプリントアウトされていた。これで大丈夫だと思いますよ。ちょっとした計算ミスですね。後で本社に文句を言わなきゃね。冗談っぽく言うと、図面を見ながら作業に取り掛かる。皆呆然として桜井さんを見ていた。花坂、すげえじゃん。誰かが興奮したようにつぶやく。俺も思わずうなずいた。器用な手先で研磨をかける桜井さんがしばらくして満足そうに言った。こんな感じですね。さあ、皆さんもやりましょう。出来上がった部品はきれいにヘッドが収まっていた。それを見てみんなが慌てて作業に取り掛かった。この一件以来、桜井さんに対するみんなの態度は激変した。わからないことや困ったことなど何でも桜井さんに相談するようになり、桜井さんも聞かれたことには何でも答えてくれた。花坂さん、本当はすごい人だったんだな。あ、花坂なんて呼んじゃダメだよな。ごめん。アルバイトたちが言うと、桜井さんは笑って首を振った。花坂、いいじゃないですか。私は嬉しいです。幸せを運ぶじいさんですからね。それを聞いてみんなが笑う。桜井さんが来て以来、寂れた工場は活気を取り戻していた。俺も嬉しかった。佐藤課長に裏切られて、すっかり人間不信になり、仕事に対する意欲を失っていたが、桜井さんのおかげで少しずつだがやる気を取り戻していた。けれど桜井さんを見ているとどうしても親父を思い出してしまい、俺の方から桜井さんに対して壁を作ってしまっていた。そんなある日、珍しく残業で遅くなった俺が作業室に行くと、桜井さんが一人で帰り支度をしていた。お疲れ様です。声をかけると、俺を見て桜井さんがにこりと笑う。工場長も今帰りですか？よかったら一杯行きませんか？いいですね。あまり気乗りしなかったが、せっかくの誘いを断るのも悪くて、俺も笑顔で答えた。近くにある小さな居酒屋ののれんをくぐり、ビールで乾杯する。最近大きな仕事が増えたのは桜井さんのおかげです。ありがとうございます。本当だった。桜井さんが来てから受注数が増えている。明日にでも潰れると思っていた工場が生まれ変わろうとしているのだ。俺、自分が恥ずかしいです。左遷されて、やる気なくして、ふてくされてるだけで、工場のために何もしなかった。どうして左遷されたのかお聞きしてもいいですか？穏やかに聞かれて、俺はポツポツとこれまでの出来事を話した。頼んだつまみが揃い、生ビールから熱燗に切り替える頃には話し終わっていた。桜井さんは何度もうなずきながら、黙って俺の話を聞いてくれていた。なるほど、辛かったですね。不意に目頭が熱くなる。慌てておしぼりで顔を拭いた。相川さんはどうしてこの道を選ばれたんですか？それは、物を作ることが好きだったからです。お父さんの影響ですか？え？いきなり親父のことを聞かれて、びっくりして桜井さんを見た。すみません、驚きますよね。実は私、相川さんのお父さんとは旧知の仲なんです。え？桜井さんが親父と？何の話だかさっぱりわからない。軽くパニックになっている俺を見て、桜井さんが微笑んだ。
実は相川さんがこちらにおられるのを知っていて面接を受けたんです。どういうことですか？桜井さんが話を始めた。俺の親父と桜井さんは大学時代の同級生で、なんと親父の工場を一緒に立ち上げた創業者だったというのだ。相川さんは小さくて覚えていないでしょうが、私は赤ん坊の頃のゆうきくんを何度も抱っこしたんですよ。ゆうきくんと呼ばれてドキリとする。その響きに遠い過去の記憶から桜井さんの声が聞こえてくるような気がしたからだ。私とゆうきくんのお父さんは同じ思いを持った同志でした。でも、桜井さんが言うには、ちょっとした意見の食い違いとお互いの意地が原因で仲違いしたのだという。親父も頑固だが、自分も若かったと言って、桜井さんは遠い目をした。その後、私はある大企業に就職して、ある程度の地位まで上り詰めました。60歳で退職してから、どうしてもゆうきくんのお父さんに会いたくて、去年会いに行ったんです。実に28年ぶりでした。そこで桜井さんは、親父から俺の話を聞いたのだと言った。東京へ行ってから一度も帰ってこない俺をずいぶん心配していましたよ、と言われた。ゆうきさんも知っての通り、やつは頑固な男ですからね。けれど28年ぶりに会って私は感動しました。やつのものづくりへの情熱は若い頃のままだ。私がすっかり失ってしまったものをやつは未だに持ち続けている。素晴らしい男ですと何度も桜井さんが言った。俺は黙って酒を口に運んだ。何も言わずにすみません。騙すつもりはなかったんですが、どうしてもゆうきくんに会いたくてね。君がこの世界に入ったのがお父さんの影響なら、あの技術を受け継いでほしいと願う気持ちが抑えられなかった。要するに、桜井さんは俺と親父の仲を取り持つつもりでここへ来たということだ。余計なお世話だと怒鳴りたい気持ちもあったが、なんだろう、桜井さんの言葉は素直に俺の胸を叩くのだ。私はね、ここに来て本当に良かったと思っています。若い人たちに囲まれて自分まで若返ったような気持ちだ。でもね、ゆうきくんの本当にいるべき場所はここではないと思うんです。優しく諭すように言われて涙がこぼれた。頑固な親父をずっとバカにしてきたが、俺は親父にそっくりだ。頑固で意地っ張りなところ。ねえ、どうですか？一度私と一緒に故郷へ帰りませんか？気がつけば俺は素直にうなずいていた。その後、俺は長期の休みを利用して久しぶりに故郷へ戻った。おふくろが泣きながら抱きついてきて照れくさかったが、すっかり小さくなった背中を抱きしめると懐かしい匂いがする。親父は白髪が増えて少し背中が曲がっていたが元気そうだった。俺と桜井さんを見ると仏頂面のまま近づいてきて、ようおかえりと小さく言った。何しに帰ってきたんだ？相変わらず可愛げのない口調だ。桜井さんがくすりと笑う。親父の仕事を盗みに来たんだよ。答えるとしばらく黙っていた親父がふんと鼻を鳴らした。ひよっこがでっかい口叩くじゃねえか。でかい口ついでに言ってやるよ。ここは俺が今よりもっと大きくしてやる。すると親父が俺の背中をバシリと叩いた。その目にうっすらと涙がにじんでいるのを見て、俺も危うく泣きそうになる。似た者親子だな。素直じゃないよ。桜井さんが笑った。おふくろも嬉しそうに笑いながら泣いていた。それから1年後、俺は会社を辞めて親父の工場で働き始めた。
佐藤課長と最後に会った時にはもう恨むような思いは消えていて、今までありがとうございましたと心から言えた。ちょっと罰の悪そうな顔をしていた課長だが、小さな声で頑張れよと言ってくれた。左遷先の工場には今でも桜井さんが勤めてくれている。俺の後を引き継いだ江坂をしっかりとサポートしてくれているようだ。俺と親父は毎日喧嘩ばかりしているが、一緒に仕事をするようになって、俺は改めて桜井さんが言った親父の技術力を見直している。こんな素晴らしい技術者がそばにいたのに、とんだ遠回りをしたものだ。いつか俺も親父のようになれるだろうか。月に一度は訪ねてくれる桜井さんにこっそり聞いてみる。もちろんです。と優しい笑顔で答えてくれた。桜井さんは俺にとって本当の意味で花咲じいさんだったようだ。この花を俺はもっともっと大きく育ててみせると心に誓った。